こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。ついに、各地でモーターサイクルショーが本格的に始まりましたね。おなじみの国内メーカー新型モデルや、プレミア発表モデルなど、バイク好きの祭典のスタートだぜ。今回は、会場やネットで発表された目玉バイクを中心に、国内4メーカーの出展モデルを一気にチェックだぜ。モーターサイクルショーにこれから行く人、待ちきれない人は、この動画でサクッと情報をゲットしてくださいね。というわけで、今回のテーマはこちら。ついにスタート。2023モーターサイクルショーメーカーまとめ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の流れはこんな感じだ。2023モーターサイクルショーメーカーまとめ速報。ホンダ編、川崎編、ヤマハ編、鈴木編です。じゃ、はじめご。ホンダ編。トップバッターは、国内メーカーの中で最初に出展概要を発表したホンダからですね。主がホンダ好きだからだけどな。まずはブースの概要から紹介しますね。今年はどんなブースかな？ブースイメージ図はこちら。入り口にお立ち台がありますね。ここにジャパンプレミアなバイクが展示されるんですね。そうだ。そしてブース中央には、メリーゴーランドのバイク版、ホンダゴーラウンドが設置されているんですって。これはいや大人気の予感。展示車両は、ホンダ二輪ラインナップをほぼ全部網羅した全28台だ。それでは、ホンダの注目モデルについて教えてください。目玉バイクは全部で4台で、ジャパンプレミアとして公開されるのは、この2台だ。シーンにとらわれず走破していくオールラウンダー XL750 トランザルプと、日々のスタイルにマッチする、ちょうどいいの、いいスクーター EM1A。あとは、去年の11月にホンダウェルカムプラザに展示された、CL250 と CL500 だな。じゃ、注目車種の特徴とスペックを紹介願います。XL750 トランザルプ、日本初公開、市販予定車。グローバルモデルの NC750 シリーズとは違ったコンセプトの2気筒モデル。XL750 ことトランザルプだ。XL750 の排気量は、NC750X より 1cc 少ない 754cc の並列2気筒エンジンだが、最高出力は34馬力アップの91馬力。最大トルクは 0.6 アップの 7.6kgfm だぜ。ホンダ次世代のパラツインエンジンを搭載したモデルですね。燃費スペシャルの NC とは違い、出力重視のエンジンだから、実燃費が気になるところだぜ。気になるといえば、シート高が 850mm ってところもいかがでしょう？アフリカツインが 830mm で、20mm も高い設定だからな。でも心配なしだ。2気筒エンジンは、スリムで足つきが良いし、しかも車両重量はアフリカツインより約 30kg 軽いからな。それに、820mm のローシートもオプション設定される。足つきが気になる人は、まずは会場でしっかりチェックだぜ。では、XL750 トランザルプのスペックはこちら。主要装備は HSVCS、ABS、ライディングモード、オートキャンセルウインカー、アシスト&スリッパークラッチ等だ。エンジンは並列直列2気筒 754cc、最高出力は91馬力 9500rpm、最大トルクは 7.6kgfm7,250rpm。シート高は 850mm、重量は 208kg。ガソリンタンク容量は16リットル、燃費は 22.8km で航続距離 364.8km、ガソリン仕様は不明だ。新車価格は126.5万円だ。EM1E。欧州と中国はすでに発表済み。交換式バッテリー1個動力用バッテリーに採用した電動スクーター、EM1E だ。これに合わせた新しい試みとしてバッテリーの交換ステーションの運用が開始されているぜ。どこにあるの？国内第1号は東京都庁前、西新宿第4駐車場に設置され、2022年10月から稼働中だ。違和感なし。航続距離はどれぐらいなの？ EM1E のバッテリー容量は 1.4kW、満タン充電時の走行距離は 40km 以上だ。ヤマハの EB のは 1.2kW で 32km なので、よく似たスペックだな。動力がモーターなので油脂類交換不要でメンテナンスフリー、下駄使い最強の電動スクーターだ。今後のインフラ設備の充実に期待だな。では、EM1E のスペックはこちら。インホイールモーターで定格出力 0.8kW。シート高は 740mm、重量は 83kg。電池容量は 48V30Ah。航続距離は 40km 以上だ。新車価格は未発表だ。CL250、500。ホンダがまたしても、新ジャンルの新型バイクを発表だ。ラフでスタイリッシュなフォルムのスクランブラーモデルこと、CL250 と500だ。レベルと同じく2タイプ展開ですね。いずれリッタークラスも発売されるのかな？まずはこの2台の売れ行きを見て、ってところだろうな。ホンダは過去に、アップマフラーのスクランブラーモデルをラインナップしていたんですよね。便利 CL シリーズ、SL シリーズのことだな。と言っても、販売されていたのは1970年代だ。若いバイク世代にとっては、ほぼ馴染みのないルックスだと思うけどな。確かに、
スペックはレベル500、250がベースで、より武骨に、より頑丈そうな骨太デザインになっているぜ。CL シリーズも、レベルと同じく人気モデルになるといいですね。バイク選びの幅が、さらに広がったわけだ。ぜひ会場でまたがって、アップハンドルの楽しさをチェックしてきてくださいね。それでは代表して、CL250 のスペックはこちら。主要装備は ABS、エマージェンシーストップシグナル、アシスト&スリッパークラッチ等だ。エンジンは単気筒 249cc、最高出力は24馬力 8500rpm、最大トルクは 2.3kgf、M6250rpm、シート高は 790mm、重量は 172kg、ガソリン容量は12リットルで燃費は 34.9kg、航続距離は 418km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 62.15 万円だ。以上がホンダの目玉車種だ。あと、会場で楽しめるイベントとかありますか？あるぞ。まずはホンダ号看板の下にあるホンダグオーガチャだ。何それ？これは、スマホアプリを使ってノベルティの入ったカプセルトイがゲットできるぜ。去年はスマホリングだったけど、今年はエコバッグらしいな。欲しい。次はレースマシンの展示だ。ブースで区切られたパドックみたいなところに並んでるバイクね。全日本トライアルマシン RTL300R、全日本モトクロスマシン CRF450R、全日本ロードレースマシン CBR1000RRR ファイヤーブレード、CBR600WR が展示されるぜ。おう、反対側の黒塗りブースは体験エリアだ。側面に鏡が配置されていて、実車にまたがった自分の姿やライディングフォームをチェックできる。みんな大好き、鏡面仕様のタンクローリーの後に映る俺かっこいい体験ですね。私のアイヘル、省エの X15 を被って持ってないだろ。他の人に迷惑をかけるようなことは慎んでくれよ。はい。川崎編。川崎プラザアパレルの展示に、コンシェルジュによる説明など、実際に店舗へ訪れたかのような体感ができる、川崎ブースですね。ブースイメージはこちら。開催前の公式発表では、謎のベールに包まれたバイクが展示されてたわけだが、ジャパンプレミアは、なんとエリミネーターでしたね。ということで、展示モデルは公式発表の17種類1台だ。プラザ看板の下のグリーン枠部分は忍者 H2SXSE だな。レーダー機能を中心にした ARAS 装備で、先進安全機能満載の川崎フラグシップモデルですね。最新モデルは、必要に応じてハイビームを自動で切り替える、オートハイビーム機能を搭載しているぜ。トップガン絡みの展示はあるかな？そして会場の奥には、参考出品の ZX4RR が展示されてる。今年の2月に発表された時は、念願の ZX4R だけじゃなく、足回りを強化した ZX4RR も同時発表だったな。発表ライブをリアタイしてましたけど、コメント欄は大にぎわいでしたね。そして中央にはベールに包まれた、気になる2台。ベールの後ろがめくれてて、リアをチラ見せという、なかなか憎い演出だったな。お披露目されたのは、噂通りのエリミネーターでしたね。最近の川崎には、色々驚かされるぜ。じゃ、川崎の注目モデルを簡単に紹介してください。忍者 H2。常に最新のテクノロジーと電子制御を備える、川崎のフラグシップ、忍者 H2 だ。SX と SXSE は、何が違うの？ SXSE には、電子制御サスが標準装備だな。SX にプラス29万円だぜ。お値段は300万円超え。もう気軽に乗れないバイクになってますね。では、忍者 H2SXSE のスペックはこちら。主要装備は ABS、走行モード切り替え、KCMF 各種電子制御システム、アシスト&スリッパークラッチ、クイックシフター、電子制御サスペンション、ETC2.0 等だ。エンジンは並列4気筒 998cc、最高出力は200馬力1万 1000rpm、最大トルクは 14.0kgf、M8500rpm、シート高は 820mm、重量は 267kg、ガソリン容量は19リットルで、燃費は 18.4kg WMTC、航続距離は 349.6km、ガソリン仕様はハイオクだぜ。新車価格は 305.8 万円。グバイクの中古車価格帯は、179万8000円285万円で26台だな。忍者 ZX4RR。今後の4気筒ミドルを牽引するであろう、日本初公開の ZX4RR 参考出展だぜ。2月1日にアメリカで発表されたのは、ZX4R、ZX4RSE、ZX4RR の3タイプだ。違いは？基本スペックは全部同じだけど、装備品で差別化されてる。4R をベースに、リアショックに昭和製 BFRC ライトを装備し、リッター SS 並みの足回りに強化された RR。SE は、オプション設定のスモークシールド、USB ソケット、フレームスライダーを装備したモデルだ。では、ZX4RR のスペックはこちら。主要装備は、ABS、クイックシフター、走行モード切り替え、トラクションコントロール等だ。エンジンは並列4気筒 399cc、最高出力は77馬力 RPM、最大トルクは不明。シート高は 800mm、重量は 188kg。ガソリン容量は15リットルで、燃費、航続距離、ガソリン仕様は不明だぜ。エリミネーター SE。チラ見せのテールランプで、このバイクに気づいた人、何人いたのかな？バイク好きの心をくすぐる、粋な演出だな。
で、エリミネーターって、どんなバイクでしたっけ？スタイルはアメリカンクルーザーで、V 型2気筒の DOHC4 バルブのエンジンを搭載。最大出力35馬力を12500rpm で絞り出す、高回転型マシンだ。そんな名車が、いきなり復活とは、レブル以外の選択肢がなかった中型クルーザーに、川崎がぶっ込んできましたね。川崎の400が熱いぜ。最近の川崎とホンダの競い合いは、バイク好きには嬉しい限りだぜ。では、エリミネーターのスペックはこちら。主要装備は ABS、アシスト&スリッパークラッチ、スマホ接続等だ。エンジンは並列2気筒 398cc、最高出力は48馬力 10,000rpm、最大トルクは 3.8kg FM8000rpm。シート高は 735mm、重量は 176kg。ガソリン使用はレギュラーで燃費 25.7kg、ガソリンタンク容量は12リットル、航続距離は 308.4km。新車価格は 75.9万円からだ。あれ？今回の展示には ZX25RR はないのね。ない。国内の RR は400オンリーってことですね。ヤマハ編。ホンダの 125cc の進撃に、ついにヤマハも動きましたね。そうだな。ようやくヤマハが動き出してくれたぜ。では、ブースイメージはこちら。最新ラインナップが、綺麗に並べられてます。この陳列がヤマハスタイル。手前から YZF-R シリーズに MT シリーズ。一番奥には、今回の目玉車種、小型スポーツモデルを展示してるぜ。ヤマハの海外勝敗企業モデルの充実っぷりに、羨ましさを感じながら動画を作ってましたが、ついに気持ちがヤマハ様に通じたってわけだ。それは何より。では、展示車両一覧はこちら。市販車17台、レース車両4台、市販予定車4台だぜ。よく見てみると、気になるバイクがありますね。右下の水色金ホイールのモデルは？これは、テネレ700ラリースタイルだな。その音ヤマハのパリダカールラリーモデル、TX600 テネレを連想させるスカイブルーのテネレだ。右上の赤白は何でしょうね？ビキニカウルの赤白なんてありました？これは、会場でチェックしてのお楽しみだな。ちなみに、東京会場のみだが、ヤマハライダーのトークショーがあるらしいぜ。めっちゃ人が集まりそうですね。じゃ、目玉車種の特徴とスペックを簡単に紹介するぜ。YGF-R125 参考出展。初代登場時はミニ R6 風、次は R25 風、最新モデルは R7 通り2つになった YZF-R125 だな。使い切れるパワーの YZF-R シリーズ登場は嬉しいですね。購入時は、R25 や R15 が選択肢に入ると思うが、価格やパワーに違いがあるし、これは嬉しい悩みだ。では、YZF-R125 のスペックはこちら。主要装備は ABS、スリッパークラッチ、可変バルブ機構、トラクションコントロール等だ。エンジンは単気筒 125cc、最高出力は15馬力 10,000rpm、最大トルクは 1kgF、M8000rpm。シート高は 820mm、重量は 144kg。ガソリン容量は11リットルだ。新車価格は未発表だ。YZF-R15 参考出展。R125 の車体に 149cc のエンジンを搭載した YZF-R15 だ。残念ながら、ヤマハの元 GP マシン YZR-M1 のカラーリングを取り入れた R15M は国内未導入だ。あらま。馬力的は R25 の35馬力に対し、R15 は約17馬力ダウン、R125 はさらに約3馬力ダウンですかね。馬力勝負になれば、そりゃ R25 が勝つよ。R15 の魅力は、SS 入門用って位置づけだ。こうした勝敗企業をぶん回して、安全な場所でライディングを楽しむのは、楽しいと思うぞ。では、YZF-R15 のスペックはこちら。主要装備は ABS、トラクションコントロール、アシスト&スリッパークラッチ、クイックシフター、可変バルブ機構等だ。エンジンは単気筒 155cc、最高出力は18馬力 10,000rpm、最大トルクは 1.0kgF、M7500rpm。シート高は 815mm、重量は 142kg。ガソリン容量は11リットルだ。新車価格は未発表だ。MT125 参考出展。ダークサイドが売りの MT シリーズも、ミニサイズになると小悪魔的な雰囲気で可愛く見えてきますね。色使いや造形は MT25 がベースだな。デカールは国内専用デザインみたいだぜ。今回発表された125シリーズですが、海外版をそのまま販売してるわけじゃないんですよね。もちろん、メーター機能やオプション装備など、シムケチごとに仕様は細かく調整されている。日本仕様が最終的にどうなるのか、楽しみだな。では、MT125 のスペックはこちら。車両装備は ABS、トラクションコントロール、アシスト&スリッパークラッチ、可変バルブ機構等だ。エンジンは単気筒 124cc、最高出力は15馬力 10,000rpm、最大トルクは 1.1kg FM7800rpm。シート高は 810mm、重量は 140kg。ガソリン容量は10リットルだ。新車価格は未発表だ。XSR125 参考出展。丸めなスタンダードネイキッドの 125cc です。原付2種では少なくなったタイプですね。ボリュームも装備も雰囲気も、ちゃんと XSR してるぜ。こちらも海外仕様にはないカラーリングだな。国内専用カラーっぽいぜ。それに、ビキニカウルがついた車両もあるみたいだな。
カスタムパーツも気になるところだ。では、XSR125 のスペックはこちら。主要装備は ABS、可変バルブ機構灯だ。エンジンは単気筒 124.7cc、最高出力は15馬力 10,000rpm、最大トルクは 1.1kgF、M8000rpm、シート高は 810mm、重量は 140kg、ガソリン容量は11リットルだ。新車価格は未発表だ。鈴木編。さて、今回の鳥は鈴木だぜ。今回の展示車種は、これまでミーティングなどのイベントで小出しにしていた V ストシリーズと、海外で先行発表してた GSX8S が目玉ですね。では、ブースイメージはこちら。で、展示車両一覧はこれだ。展示車種は16種類ですね。展示車種の情報には、車種やカラーリング、それにカラーコードまでバッチリ紹介されてるぜ。ここで商談するつもりですかね。今年のブースは、レーシングイメージが全くなくなってしまいました。それは、仕方ない。でもさ、V ストロームのラインナップが超充実してるし、もっと前向きに行こうじゃないか。ですね。では、今回の鈴木目玉車種は V ストローム 800DE と V ストローム SX だ。800DE は3月24日発売、SX は並行輸入車が店頭に並んでる。上位グレードの1050が持つイメージを、うまく重ねてますね。GSX8S は、国内での一般公開は初めての車種だ。社名は GSX と名乗ってるが、モデル名に縛られない自由なデザインとなってるぜ。今後登場するかもしれない 6S、4S、25S とか、全く違った雰囲気になることを期待してます。バーグマンストリート 125EX は、ホンダ PCX やヤマハ NMAX の対抗モデルだ。じゃ、目玉車種の特徴とスペック紹介してください。バーグマンストリート 125EX。宣伝文句はラグジュアリーな小型スクーターだ。125cc にしては大柄で落ち着きがあり、高級感がある仕上がりだそうだぜ。どのぐらいの高級感かは、見てのお楽しみ。では、バーグマンストリート EX125 のスペックはこちら。主要装備は、アイドリングストップ、USB、前後連動ブレーキ灯だ。エンジンは単気筒 124cc、最高出力は 8.3 馬力 6500rpm、最大トルクは 1.0kgF、M5500rpm、シート高は 780mm、重量は 112kg、ガソリン容量は 5.5 リットルで燃費は 56.0km、航続距離は 308km だぜ。新車価格は 31.79 万円だ。V ストローム 800D。新設計エンジンとフレームで、未舗装路の走破性を重視した足回りが売りの V ストローム 800DE だぜ。久しぶりの新型だって喜んでたら、なんとホンダも似たジャンルのモデルを発表したんだよな。タイミングが良すぎますよ、ホンダさん。ぶつけてますよね。では、V ストローム 800DE のスペックはこちら。主要装備は ABS、ライディングモード、SIRS 各種電子制御システム、クイックシフター灯だ。エンジンは並列2気筒 775cc、最高出力は82馬力 8500rpm、最大トルクは 7.7kg FM6800rpm、シート高は 855mm、重量は 230kg、ガソリンタンク容量は20リットルで燃費は 22.6km、航続距離 452km、ガソリン使用は不明だ。新車価格は132万円だ。V ストローム SX。V ストローム250より 20kg 以上軽い、新 V スト兄弟の末っ子だぜ。ツアラーバイク優等生の V スト250がいるにもかかわらず、新しいエンジンとデザインの新車を投入してくるなんて、鈴木も攻めてますね。これもレース活動を縮小して、開発にリソースに集約したおかげ？そうであってほしいな。では、V ストローム SX のスペックはこちら。主要装備は ABS に USB ポート灯だ。エンジンは単気筒 249cc、最高出力は 26.5 馬力 9300rpm、最大トルクは 2.2kg FM7300rpm、シート高は 835mm、重量は 167kg、ガソリンタンク容量は12リットル、燃費、航続距離、ガソリン使用は不明だ。新車価格は未発表だ。GSX8S。個人的に一番期待しているバイク、GSX8S だぜ。縦2灯のヘッドライトに、両サイドポジションランプ。フロントフォークを挟み込むようなタンクカバー。エンジンが良いって噂は、ご存知の通りだが、何よりこのデザインに一目惚れだぜ。昆虫っぽくて、動きが速そうな予感なんだそりゃ。電子制御にカラー液晶メーター装備。バーハンドルというのも、乗りやすそうでよし。現車を見るのが楽しみだ。では、GSX8S のスペックはこちら。主要装備は ABS、ライディングモード、クイックシフター、SIRS 電子制御システム等だな。エンジンは並列直列2気筒 775cc、最高出力は80馬力 8500rpm、最大トルクは 7.7kg FM6800rpm、シート高は 810mm、重量は 202kg、ガソリンタンク容量は14リットルで燃費は 23.4km、航続距離は 327.6km、ガソリン使用は不明だ。新車価格は 106.7 万円だ。さ、これで今回紹介するバイクは以上だぜ。お次は、終わりの一言です。終わりの一言。
今回の動画は、気質のモデルまとめでしたが、モア、寝具的な発表はなかったんですか？さあ、どうだろうな。今回の動画は、大阪モーターショー開催初日情報までの情報だからな。動画のネタになるような、ビッグニュースがあるといいですね。では、次回以降もお楽しみに。それでは、次回の動画まで。1、2、3、バッバハイ。そして、出ない